皆さんこんにちは、ガジログです。また新しい Android タブレットがやってきました。AGM モバイルから出ています Pad P1 という Android タブレットをご紹介したいと思います。今や Android タブレットたくさんのバリエーションが出ていまして、どれを購入していいのかわからないという方もいらっしゃると思いますけども、このモデルは非常に特徴のあるタイプとなっています。一体どんな感じなのか、これからレビューしていきたいと思います。それでは最後までご覧ください。では本日も行ってみましょう。ということで、主なスペックをご紹介したいと思います。まず一番上にありますけども、Powered by Android 13と書いてありましてね、最新バージョンの Android OS が搭載されています。そしてフロントカメラは500万画素ですね。メインカメラ、いわゆるアウトカメラになりますが、800万画素のカメラが積まれています。そしてディスプレイのサイズは 10.36 インチとね、結構細かく刻んでいますけども、1200×2000 のピクセルとなっています。そして次にこのモデルを買う主な理由になると思いますけども、IP68、そして IP69K、国防総省のミルスペックに対応しています。この IP68 っていうのは 1.5 メートルまでの深さの水の中で30分間耐えることができる規格となっています。そして IP69K っていうのは高圧の流水ですね。ジェット噴射のようなものに対しても耐水性能があるということです。ですので、よほどのことがない限り浸水しないモデルとなっているわけですね。もちろん限界はあると思いますけど、一応ね、こういったスペックに対応しています。防水機能欲しいという方にとってね、このモデルは最適じゃないかなと思います。そしてここに書かれていないスペックに関しましては、この後外観と合わせましてご紹介していきたいと思います。いきなり保護ケースがもう入っていました。というわけでパッケージ内容はこの通りになっています。まずタブレット本体になります。そして日本のプラグに対応しました USB の充電アダプターも同梱されています。そして USB-C、USB-A の充電ケーブルが入っています。また SIM ピンも入っているということから、あの機能がついてるんじゃないかということが予想されます。そして AGM のメーカーのステッカーが同梱されていました。そしてこちらになりますけども、こういったものが入っていまして、これはおそらくね、防水のキャップじゃないかなという感じですね。本体のここに防水キャップがついているんですが、おそらくその予備じゃないかなという感じになっています。そしてワランティーカードと日本語でクイックスタートガイドも入っています。というわけで本体を見ていきたいと思いますが、まずね、最初からこのようについていました保護ケースになりますが、いわゆるね、フロブタタイプのものになって、三角形に折りたたむことによってね、このようにスタンドさせることができます。そしてマグネットで特に吸着するような感じではなさそうですね。後ほど自動スリップするかどうかも見てみたいと思います。というわけで今、保護ケースから出してみましたけども、すごいこう持った感じの印象としましては、すごいごっつい感じがしまして、さすがミルスペックに対応しているということから非常に作りの良さを感じます。では外観を見ていきたいと思います。まず背面の特徴的なものとしましては、こちらのカメラになりますね。メインカメラは800万画素となっていまして、下にね、フラッシュもついてますね。内側にありますインカメラは500万画素となっています。そしてそのまま上部を見てみますと、この電源ボタンがあります。加えてボリュームキーが上下ありますね。そしてサイドにスピーカーもついていまして、反対側にもついていることから、デュアルボックスステレオスピーカーと言われていますけども、ちゃんとね、ステレオに対応したスピーカーついているのは嬉しいですね。そしてそのままサイドを見てみますと、3.5mm のヘッドホンのポートと USB-C のポートがこのようにカバーされている状態になっています。ちなみに充電する際はこのようにゴムのパッキンを開けて充電ができまして、ちゃんと開けられるようになっています。しかしながらね、防水ちゃんと効かせるときはこうしっかり締めておかないと浸水しますのでご注意ください。また反対側も 3.5mm のイヤホンジャックのポートもついています。ゴムのパッキンで締めることができるようになっています。ただ何度も開けていくとね、劣化してしまうかもしれませんね。そしてこの背面のカメラのこちらの向きになりますが、マイクロ SD とそして SIM カードのスロットがついています。ということで SIM トレイを今出してみましたけども、ナノ SIM カードを2枚挿入してデュアル SIM として使うか、もしくはナノ SIM とマイクロ SD カードというね、いわゆる排他的な仕様となっています。ということで SIM カードが使えますので、通話機能もありますし、データ通信でインターネットも楽しむことができると。後ほど POVO の SIM カードを入れて実際に通信できるかやってみたいと思います。ということでざっと外観を見てきましたけど、金属でサラサラとしていて肌触りがいいと思いますけども、やっぱりこういった保護ケースを入れて使った方がいいんじゃないかなと思います。
というわけでね、初期設定が今進んでいる状態になりまして、これからね、使っていきたいなと思うんですけども、動作感や画質、音質がどんな感じなのか含めまして、ファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけで、あれからしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは動作感ではないでしょうか。まずこのホームの画面から横スワイプでどんな感じで動くか見ていきたいと思います。標準の設定の状態でこのような動き方をします。本当に動作感ね、サクサクと、そしてヌルヌルと動いている様子がわかります。では次に Android 版の Google Earth を使いまして動作がどんな感じか見ていきたいと思います。引っかかり具合はどうでしょうか？あるでしょうか？はい、現在地がこのようにね表示されましたけどいかがでしょうか？そして 3D 表示してみたいと思いますが、光回線の Wi-Fi で接続していますけどもめちゃめちゃ早く読み込まれてますね。周辺を表示してみたいと思います。この住宅街なんかの描画、データを読み込みながら表示していますけども遅いっていう感じはないですね。あっという間に読み込まれて描画されていきますけども、そしてこのようなスクロールしても私の指の動きに追従してきてくれますね。めちゃめちゃ速いですね。では旭山動物園に飛んでいきたいと思います。カクつきもなくね、本当にスムーズに到着しました。そして 3D 表示にしていきたいと思いますけども、やはり動作感は良好ですね。ということでもう一度ですね、東京ディズニーランドの上空に戻りたいと思います。引っかかりなく戻れるでしょうか？はい、少しね、カクついた感じもありますけど、比較的滑らかにディズニーランド上空に戻ってきました。では次に Google Chrome を使いまして Yahoo ニュースを開いてみたいと思います。非常に早く表示されましたね。ではこの2番目のこの部分をタップしてみたいと思います。あっという間に読み込まれました。そして下スクロールしてみたいと思いますけども、はい、比較的早いですね。滑らかに表示されています。ということでね、Google Chrome もめちゃめちゃ早いんじゃないかなという気はします。では最後にアスファルト9のアプリを使いまして、カーゲームになりますけども、どんな感じで動作するのか見ていきたいと思います。ということで、アスファルト9の動作感めちゃめちゃいいですね。全く引っかかりもなくスムーズに動作しました。ということで、アンツツベンチマークをご紹介したいと思います。テストしましたバージョンは 10.0.7 になりますが、スコアはなんと406,662 点となりました。ヘリオ G99 の相場という感じにはなりますけども、このぐらいの点数ありますとね、やっぱりサクサクとヌルヌルと動いてくれることが実感することができました。ということで、パフォーマンスとしましては十分の性能があります。ちなみにアンツツアプリで確認できますけども、この CPU のとこ見ていただきますと、メディアテック製のヘリオ G99 ということがね、表示されています。また、RAM のとこ見ていただきますと、物理メモリとして 8GB 搭載となっています。加えてですね、内部記憶装置とありますが、ストレージはですね、256GB となっていて、結構モリモリスペックとなっています。そしてバッテリーの容量になりますが、7000mAh と10インチクラスのタブレットの中では、決して最大容量クラスということではありませんけども、このぐらいあれば1日十分フルに使ったとしても申し分ないかなと思います。加えてここを見ていただきますと、光センサーというのがあるんですけども、これ実はですね、このカメラの横のところに光センサーがありまして、これ塞ぎますとね、画面が暗くなることがわかるんじゃないかなと思います。今ね、画面がこうゆっくり暗くなりましたけど、外してみますと、このように明るくなっていきます。ということで今ディスプレイの詳しいスペックをご紹介しましたけども、画質はどんな感じなのか次に見ていきたいと思います。では YouTube 上にあります 4K 動画を再生していきたいと思いますが、選択できます 1440p を選択していきたいと思います。この状態で再生をスタートします。ではご覧ください。めちゃめちゃ綺麗ですね。ディスプレイは 2000×1200 とフル HD となっていますけども、肉眼で見る限りめちゃめちゃ発色も良くて綺麗ですね。この辺りのね、細かな描写もね、すごいですね。そしてこの山肌の色加減、移り変わりもしっかり描写されています。そしてこのね、山の稜線もはっきりと見えています。ぼやけた感じは一切ありません。
いや、すごいですね。これは結構迫力があります。今、標準のままこのように表示していますけど、若干拡大することはできます。そうしますと画面いっぱいに、はい、このように今広がっていますね。ということで、標準のままですと若干ここに黒帯が入ってしまいますので、そこはご注意ください。少し拡大しますと、ディスプレイいっぱいいっぱい表示させることができます。今ちょっと停止してみましたが、拡大してみますと若干ね、やっぱり遠くの映像ですので輪郭がぼやけている部分はありますけども、ここまで拡大してもはっきりとその内容がわかるようになっています。これぐらいのサイズになりますけどね、拡大したとしてもはっきりと見えるということですね。そして速い動きになりましたけども、破綻している感じは一切ありませんね。そして街中の映像に映ってきましたけども、めちゃめちゃ綺麗ですね。このぐらいのクオリティがあれば十分満足できるんじゃないかなと思います。ただ注意しないといけないところが一つだけありまして、ここにセキュリティレベルというのがありまして L3 になっています。ということで L1 ではないということは一つね、ちょっとタブレット購入する上では引っかかりポイントになるかもしれません。 Amazon プライムや Hulu、Netflix などの高画質モードで再生するっていうことがね、この L1 でないと再生できないということがありますので、そこはねご注意ください。では次に気になる音質になりますけども、この AJM Pad P1 はステレオスピーカーとなっています。このサイドにまず一つ、反対側にもこのように一つね、デュアルスピーカーとなっています。著作権フリーの音楽を再生してみたいと思います。ということで今お聞きいただきましたけども、いかがだったでしょうか。デュアルスピーカーということでちゃんとね、広がりのある音っていうのは体感することができました。ラジオで言った場合 AM ラジオ以上には感じますけども FM ラジオ以下かなっていう感じの音質になっています。ということでもっとね、本格的にやっぱりサウンドを含めまして映画など音楽を聴きたい場合は、こういったワイヤレスイヤホンやこのパッキンを開ける必要はありますが 3.5mm のイヤホンジャックを挿して有線接続して聞くっていう方法があります。次に気になる点としましては、 SIM カードを挿して通話やデータ通信をされたいという方がね多いんじゃないかなと思います。特にやっぱり通話ができるというのは魅力だと思いますけども、現在 POVO の SIM カードを挿入してありまして、ボルテ 4G と出ていますね。挿入して APN 設定することによって通話もできますし、インターネットも普通にすることができます。このあたりね、やっぱりこういったタブレットながらに通話に対応している、データ通信ができるというのはね、結構強みじゃないかなと思います。ではこの Pad P1 に電話をかけてみたいと思います。どんな感じで着信するかご覧ください。はい、今ね着信していますけども、こんな感じで表示されます。ガジログからかかってきましたが、通常の Android スマホと同じ挙動ですね。この状態で応答していただければ、スピーカーフォンで受けることができます。ちなみにボルテが標準でもうオンになっています。詳細設定を見ていただきますと 4G になっていまして、アクセスポイントのところがここですね。自分で設定しないと表示されません。ということで、こういった SIM カードを挿して通話にも一応使いたいと、スマホ代わりにしてっていうのはね、ちょっとサイズ的に厳しいんですけど、一応使えるっていうのは強みじゃないかなという気がします。ではその他使っていて良かったなという点になりますが、それはこの標準でついてきたこのケースになりますが、なんとねスリープに対応していまして、開けた同時についてるのがわかるんではないでしょうか。やっぱりね、これついてるとめちゃめちゃ便利ですね。では最後にね、ちょっと気になった点が一つだけあります。この大きな特徴でもあります防水機能がついているわけですね。例えばこれから寒くなる時期、お風呂に使いながらゆっくりタブレットで楽しみたいっていった場合ですね、やっぱり防水機能っていうのは非常に大事になっていきますが、しっかり対応しているわけです。ただですね、その反面、ここがですね、しっかりこのように止まっていて防水を果たしてくれるわけですが、充電するときにいちいちここを開ける必要がどうしてもあるわけですね。これが意外とね、めんどくさいなっていうのを感じますね。そしてこの SIM カードのパッキンの部分に関しても同じことを言えますけども、充電の頻度と違いまして SIM カード1回入れましたら相当ね、入れ替えることほぼないと思いますので、ここは別に問題ないですね。
はい。というわけで今回 AGM の Pad P1 という防水対応の10インチタブレットをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。とにかく Android タブレットとして完成度は非常に高いですね。動作感も非常にサクサク、サウンドもワイヤレスイヤホン使えば十分楽しむこともできます。普段使いのタブレットとしては十分の性能あると思いますし、通話機能や GPS も内蔵されているということで、車用のナビとして防水機能が使えますので、必須な方にとってはね、このタブレットを待っていたっていうようなスペックじゃないかなと思います。というわけで気になった方は概要欄にリンクが貼ってありますので、詳細をご覧いただければと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。